歴史好きが集まる古本喫茶カフェレミニス。店内に飾るコレクションは毎日入れ替えてお客さんをお待ちしています。1905年の5月27日は日露戦争で日本海海戦が行われた日。関連資料を用意してお待ちしています。これ全部日本海海戦の時の資料ですか。ずいぶんたくさん用意しましたね。ネットで見られますけど、プリントして持ってきました。見てください。本日天気清朗なれども波高しと書かれている電報です。有名な言葉ですね。いらっしゃいませ。お店の SNS を見てきたんですけど、今日日本海海戦の資料を飾っているんですよね。はい、こちらは戦艦三笠のプラモデルです。今日のために頑張って組み立てました。こっちは日本海海戦の資料なんですけど、今整理しているところで。もしかして日本史探求チャンネルの岩崎さんですか。いつも動画見てます。視聴者さんですか。ありがとうございます。歴史の動画を制作されているんですが。はい。何か動画のアイデアがないかなと思って伺いました。実は今日公開した私の動画も日本海海戦がテーマなんですよ。そうなんですか。見てみたいです。よかったらぜひ。皆さんこんにちは。日本史探求チャンネルの岩崎です。ロシアと開戦して以来、日本軍は多大な犠牲を払いながら戦況を優位に運んでいきました。しかしバルト海からロシアの大艦隊が向かってきていました。日本の海軍や外務省は同盟国イギリスなどの協力を得ながら艦隊の情報を収集していました。しかし5月14日、艦隊がインドシナを出発して以降、一時足取りがつかめなくなります。日本側はロシア艦隊がウラジオストク港を目指していると考え、3通りのルートを想定していました。結局日本は対馬海峡の通過を予測して待ち構える態勢を取りました。行方をつかんだのは5月27日の早朝。哨戒中の信濃丸がロシア艦隊の真っ只中にいることに気づき、無線電信を使い敵艦隊を発見したことを伝えました。無線電信が海軍の兵器に採用されたのは1901年。そこから研究が進められ、当時世界最高性能の技術が開発されました。信濃丸には日本海海戦の約1ヶ月前に配備されたばかりでした。日本の連合艦隊を率いる司令長官東郷平八郎は知らせを受けて直ちに準備を始め、朝6時20分過ぎ、旗艦三笠が鎮海湾を出発しました。一旦止めてもいいですか。この時に発信したのがさっき見た有名な電報ですね。連長官、つまり東郷平八郎から東京の大本営にいる軍令部長宛てになっていますね。この資料を見ると、当時無線だけでなく有線の電信網も海底に張り巡らされていたことがわかりますよ。これは興味深いですね。止めてすみませんでした。続きを見ましょうか。信濃丸による発見後は、巡洋艦泉がロシア艦隊の動向を逐一報告し、日本艦隊は迎え撃つ準備を整えます。食事を終えて11時55分、旗艦三笠では甲甲板に総員集合し、戦闘前の訓示がありました。そして接敵間近の13時55分、旗艦三笠はジェット機を掲揚。これは船同士の通信に使われる信号機の一つですが、この時は広告の降灰はこの一線にあり、各員一層奮励努力せよ、
という意味が込められていて、ミカサに掲揚されることで各艦に伝えられました。右の資料にはこの信号命令についての記載があります。14時、いよいよロシア艦隊に接近したところで、日本艦隊はロシア側が予想しなかった動きを見せます。後に統合ターンなどと呼ばれた約146度の旋回です。ロシア艦隊の西側を逆行してすれ違いざま交戦する形になりかけたところ、この転進により並行しての撃ち合いの形になっていきます。そこから激しい砲戦が行われて、最初の数十分でロシア主力艦は大打撃を受けました。その理由として戦術面のほか、砲術の連度や指揮の差、日本側が最新技術の火薬や新艦を使用したことなどが指摘されています。15時にはロシア艦隊の機関が激しく損傷して艦隊から離脱。双方隊形を変えながら激しい戦闘が続き、ロシア側の主要な艦船が次々撃沈されていきました。その後、翌日にかけて日本海各所で戦闘が行われ、結果は日本艦隊の圧勝に終わりました。ちょっと、さっきの電報を見せてもらえますか？はい、いろいろな電報が入ってきています。これは暴浪という海上を監視する見張り所からの報告です。砲声が聞こえるという報告が結構ありますが、音は随分遠くまで届いていたんですね。直接戦場が見える沖ノ島からは具体的な戦況の推移も送られてきています。沖ノ島の暴浪は神社のさらに先にあって、登るのが困難と書いてあります。沖ノ島といえば、先日世界遺産を見に行った時、日本海海戦を見たという人の記録が飾られていて驚きました。陸から戦況を見守っていた人たちがいたんですね。ところで最終的に戦闘の被害はどの程度のものだったのでしょうか。動画の続きを見ましょうか。日本海海戦の結果、日本艦隊の沈没は水雷艇3隻のみでしたが、多くの艦船が損傷し、戦死者は117名、負傷者583名に上りました。ロシア艦隊はというと、38隻のうち19隻が沈没、5隻が捕獲されるなど大打撃を受けました。こちらは捕獲されたロシア戦艦の甲板上の写真です。ロシア側は戦死者約5000名、捕虜約6100名でした。捕虜の人たちはどうなったんでしょうか。愛媛県の松山など各地に捕虜収容所があったんです。日本はロシア兵捕虜の待遇に気を使ったといいます。ロシア艦隊司令長官のロジェストベンスキーは重傷を負い、捕らえられて佐世保に入院していましたが、東郷平八郎が見舞いに訪れたことが知られていますね。捕虜収容所で亡くなったロシア兵のお墓は今も松山にありますよ。今もあるといえば戦艦三笠もそうですよね。はい、三笠は1926年横須賀で記念館として保存されたことで、多くの観覧者が訪れるようになりました。太平洋戦争後は上甲板の構造物が取り外され、ダンスホールが作られたりした時期もありましたが、1950年代後半に保存の機運が高まり、1961年今のように復元された姿となりました。確かアメリカの有名な軍人も関わっていましたよね。ニミッツ元帥ですね。彼は東郷平八郎を尊敬していたので、寄付や雑誌での呼びかけを行って機運の醸成に一役買ったそうです。太平洋戦争の終戦直後、占領軍として来日していた時も三笠が荒らされないよう見張りの兵を置いたという話もあります。それは興味深いですね。もっと詳しく聞かせてください。ところでご注文はどうしましょうか。あ、忘れていました。おすすめ何かありますか？